皆さんこんにちは、しのです。ご存知の方も多いかと思いますが、こちらのじゃん、ご夫婦というアルコールインクマーカーを使っていこうと思います。絵描きならみんな知ってるであろうコピックなんですが、こちらコピックに劣らないクオリティと価格の安さで話題になってました。多分知ってる人も多いんじゃないかなと思います。ご提供いただきまして使わせてもらうことになりました。ありがとうございます。ということで使い心地など比較動画を作っていこうと思います。はい、で早速なんですけど開けていこうと思います。で今回いただいたのが48色セットの中間色セットっていうものになってるらしく、ちょっと色ねこんな感じです。見てもらったらわかると思うんですけど、中間色って言って、ちょっとこうくすんだ感じの色のセットになってます。で48色プラスこの0番のブレンダーの色が入ってて、49本なのかな入ってるみたいです。で中に付属品として色見本作るための紙、あとは説明書、試し塗りできるこのポスターカードみたいなのと、なんか下写り防止フィルムみたいなものが一緒に入ってました。ちょっと早速この色の見本に色を塗っていこうかなと思います。中間色セットってことで結構くすみがかった感じかなと思ってたんですけど、塗ってみると意外とそんなこともなくて、結構鮮やかな感じの色合いになってるのがわかると思います。はい、こんな感じで全色塗ってみました。塗ってみた印象としては色が全体的に濃いめなので鮮やかで綺麗に塗れそうだなっていう感じです。肌とか塗る時の薄めの色が欲しいなっていうような印象でした。はい、ということで、全部塗り終わったので、これで一旦線画を用意して実際に塗っていきたいなと思います。線画用意しました。まずこの色を使って肌から塗っていこうと思います。試し塗りとかちょっとしたかったので線画はデジタルで描いて、印刷しています。まず0番のブレンダーの色を全体的に塗ってムラができないように下塗りをしています。で問題だったのがちょっと肌色の色が薄い色がないので、ちょっと肌の色どうしようかなって思ったんですけど、このお夫婦の色だけで塗りたかったので、ちょっとオレンジっぽい色をまずベースで塗った後に薄いピンクの色を上に重ねてミックスして塗っています。そうすることでオレンジすぎずピンクすぎず、なんかうまく混ざり合った感じの肌の色がなんとなく作れてるかなと思います。で影は、もうちょっと濃い茶色の色で重ねていけば、そんなに肌として違和感がないような色合いに最終的にできるかなと思って塗ってみました。ペンのセットの色合いの関係でやっぱりちょっと肌の色が濃い色しか塗れないなと思ったので、やっぱりちょっとセットの中に薄い肌色があるといいなと思いました。なかなか濃い色で肌を塗るっていうのもあまり経験がなかったので、逆にいい経験ができたなと思うんですけど、結構色選びとかが難しいので、色塗りが苦手な人だったりとかアルコールマーカーを初めて使うような人が最初買うセットとしてはちょっと難しい配色のセットかなと思います。48色セットプラス、スキンカラーセットっていうものがあるようなので、そちらも一緒に購入するとぐんと塗りやすくなるんじゃないかなと思います。で最終的にちょっと茶色すぎるなって思ったので、濃いめのくすんだピンクで影のところを重ね塗りして、血色感が出るように工夫してみました。肌はこの色を使って塗りました。はい、次は髪の毛塗っていきたいなと思います。髪の毛はちょっと暗めの色にしようかなと思ってるんですが、ちょっとあんまりイメージが固まってなくてかなり苦戦しています。黄緑色のハイライトと水色とか濃いめのブルーを使って全体の色を塗っています。普段コピックで塗るときは薄い色をベースで全体的に塗ってから濃い色を上から重ねて深みを出していくっていうような手法で
塗ってるので、今回ちょっと薄い色がなくてそのテクニックを使えなかったので、いつもとちょっと塗り方を変えないといけなくて結構テンパってますここで少し使ってみた感覚のレビューなんですが、夫婦のこのマーカー、今使ってるものがペン先が筆タイプと、サインペンみたいな感じの細字で書けるペン先のタイプになってます。で、今は筆タイプの方で全部塗ってるんですけど、ペンによって筆先の硬さがちょっと違う。感触としては濃い色の方が筆先が柔らかくて、薄めの色の方が硬いっていう印象でした。ちょっと感覚値なので正式にどう違うかっていうのは難しいんですけど、ペンによって塗り心地が違うかもっていう風に感じました。ただそんなに気になるほど違うってわけでもないので、塗ることに支障はないかなとは思います。反射光の部分に赤だったりオレンジだったりをちょっとのせながら、最終的にかなりカラフルな感じになりました。はい、髪の毛塗り終わったので、次に目だったりとか服だったり細かい部分をざっと塗っていこうと思います。で、またここで使ってみた感じのレビューを少しお話ししたいと思います。今この使ってる紙が普通のスケッチブックの用紙になります。私が普段コピックで色塗りしてる時もこの同じスケッチブックの紙を使って塗ってるんですけど、これもまた感覚値で申し訳ないんですけど、コピックよりも少しにじみやすいかなっていうような印象です。なので線画からちょっとはみ出やすいなっていう印象はありました。ただにじみやすいっていうことが一概に悪いわけではなくって、にじみやすいってことは、他の色と馴染みやすいっていうメリットもあって、綺麗なグラデーションを作るっていう面で見るとすごくいい点なのかなとは思いました。結構使う紙によってにじみやすさとかって変わったりするので、もしかしたらアルコールインク専用の用紙とか使って塗ると、そのにじみも軽減されるかなとは思います。なので最初ちょっと塗るのに慣れるまでははみ出てしまったりとかしそうだなっていうような感じです。にじむからダメっていうことではなくて、コピックとの違いはそんな感じかなと個人的に思いました。はい、最後ホワイト入れる作業をしていきます。結構濃いめの暗い感じの色合いになってしまったので、ハイライト入れることでちょっと明るくしていきたいと思います。完成しました。お夫婦の48色セットの色のみで塗ってみました。肌色がなくて不安でしたけど、意外と完成させることができました。で、これは色の具合を見るために塗ってたやつなんですけど、今こうやって見ると試し塗りの絵の方がグラデーションとか綺麗にできてて、こっちの色合いの方が個人的に好きですね今更ですけど。今回このお夫婦で色を塗らせていただきました。どうだったでしょうか。最後にまとめとして良かった点だったりとか改善してほしいポイントをお話ししたいかなと思います。まず良かった点なんですけど、想像してたよりもクオリティが高いなと思いました。やっぱり安いっていうので有名なので、どこかしら何かクオリティが低いのかなとは思ってたんですけど、発色だったりとかこの塗った感じの完成度に関しては特に文句はありません。ムラになりやすいとかそういったことも特になくって、本当にコピックと同じような感じで使えると思います。もう一つがさっき言ったようにとにかく安いです。で、私がコピックの72色セットのボックスを持ってるんですけど、
それ買った時は1万3000から5000ぐらいだったんですが、夫婦の73色セットは今 Amazon で見ると約5000円以下で買うことができるようです。1万円以上差があるということで、やっぱりコスパがいいなっていうふうに思います。このクオリティでこの値段だったら、本当にお夫婦で全色揃えてみるのもいいかなって思いました。はい、じゃあ次に改善してほしい点、発色のクオリティなどに関しては特に文句はないって言ったんですけど、1個だいぶ気になったのは、このペンのここの上にそれぞれ色がついてると思うんですけど、この蓋の色と実際塗った時に発色する時の色が結構違うなっていう風に感じました。多分ここの蓋の色を見て感覚で塗りたい人がほとんどだと思うんですけど、塗った時の色味が違うってなると色が出る感じを確認しないといけないのでって思った点でした。実際にちょっと塗ってみると V の160番っていう色、蓋の色が今こんな感じで、明るくてピンクっぽい感じの紫のイメージなんですけど、結構濃くないですか？これの色と比べると発色した時の色が濃いめに出るなっていう印象です。 BG070、 ここで見た感じの時の色よりもちょっと濃く発色するっていう風に思いながら塗らなきゃいけなかったので、色味の感じをちょっと揃えるように改善されるといいなと思いました。あともう一つ、動画内でも言ったように、このセットの色の中に肌色が欲しいなって思ったので、セットの色のバランスが変わると嬉しいなっていうような感じです。スキンカラーセットっていうのがあるので、それを別に買えばいいっていう話なんですけど、この一つのセットだけでは完結するのがちょっと難しいっていうので、肌色が入ってると嬉しいなっていうような感じでした。これからアルコールインクマーカーを使ってみたいなって思ってる人とか、コピックがちょっと高いなって思ってたりとか、ある程度の色を一気に揃えたいなって思ってる人にはおすすめできるかなと思います。コピックとかも色数がたくさんあった方がやっぱり表現の幅が広がるので、どうしても70色とか揃えたくなってくるんですけど、やっぱりちょっと高いので手が出せないっていう人もいると思うんですけど、同じ値段を出して色数を揃えようと思うと、夫婦の方がたくさん色を揃えられるかなと思います。コスパよく使いたい人とか、まとめて一気に色をバッて揃えたい人はお夫婦を使うのはありだなと思いました。私も今回このいただいた色の中でコピックで持ってない感じの発色をする色も中にあったので、コピックと併用して今後使っていきたいなと思います。では皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ使ってみてください。